視聴者の皆さん、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。エリックです。今日は2026年4月16日、夜に京都で SR フェスのスタッフミーティングがあるので、ついでに山に走りに来ました。今日は南丹市にある道の駅美山ふれあい広場まで久しぶりに走りに行ってみたいと思います。それでは走行開始です。今日はワインディングが楽しい道ばかりなので、デュエルに乗っていきます。大阪の南から北まで移動するのは結構大変で、中央環状線で走ればある程度流れが速いとはいえ、結構時間がかかりますし、やっぱりあまり楽しくはありません。デュエルだと特にそう感じます。近畿道の乗り口まで来たところです。ここから高速に乗ります。どうもこういうきつい上り勾配でもデュエルの加速はほとんど平時と変わらないです。本当にトルクフルなエンジンですよね。近畿道乗ったので一気に吹田出口まで行こうと思います。休日になるとね、なぜか走行車線運行車線同じスピードになるという不思議現象ですねマジ万博の渋滞すごいですね。今日なんかイベントがあるんかもしれないですね。なんかもうちょいどうにかならんのかなといつも思うんですけど、ここからは、万博の外周道路入って最近ね流行りの場所に行こうと思います。太陽の塔ですね。なかなかの混雑具合。休日は外周道路が混むのを完全に忘れていました。これは駐車場持ちだな。一番外側の車線が比較的進みが早いので、なんとか抜け出していつものガソリンスタンドで給油しました。デュエルにとっての渋滞はクラッチを消耗するし、エンジンが熱を持つし、バイクに良くないですね。あまり停滞せずに抜けられてよかったです。いやーもう万博の渋滞がエグかったっすね。やっぱしんどいっすわ、渋滞は。なんか空気がきれいですね。昨日雨降ったんで空気中の埃が少なそうです。もうちょいしたらサイト通り抜けて、通称北摂のラルプ・デュエーズっていうところがあるんですけど、ちょっとそこにね、覗きに行こうかなと思ってます。ちょっとした距離のワインディングみたいな感じなんですけど、ツーリングの目的地にするにはちょっと物足りないけど、立ち寄るならいいかなぐらいのところがあるんで、ちょっとねそこに寄ろうかなと思います。なんかいろいろ綺麗になってるらしいんですけどね、最初なんかただの砂利の駐車場があるだけだったんですけど、どうなってるか見に行きたいと思います。そういえば行きの高速で気づきましたが、デュエルはスポーツスターに比べて高速走行がだいぶ楽ですね。スポーツスターは80キロ巡航がちょうどいい感じで、それ以上になると結構頑張ってる感じになるんですよね。トルク型のエンジンながら100馬力出てるのは伊達じゃないなと思いました。桜綺麗ですね。すっごい綺麗な道高速に接続する道だからですかね。めちゃくちゃ綺麗。さて、通称北摂のラルピデュエーズに到着しました。個人的には元々の大岩坂の方が合ってるんじゃないかなと思うぐらいの長さです。綺麗ですね。見晴らしはいいですし、確かに走っていて楽しい、とてもちょうどいいワインディングです。路面も綺麗ですし、ヘアピンも程よい曲率なので、コーナリングの練習にもいいと思います。ただ、公道では安全マージンを十分にとって、無理無茶のないように楽しく走りたいですね。短い。
おお、綺麗になってる。上手。展望台からの見晴らしはとてもいいですね。夏ぐらいになったら緑も増えてもっと良くなりそうです。奥に見える安井川にはバンジージャンプが楽しめる橋ができているそうです。トイレもきれいに整備されていて、あとはここに自販機があればって感じですね。北節のラルプ・デュエーズとやらに行ってきます。前行った時よりめちゃくちゃ綺麗になってましたね。前はもうただの砂利の駐車場しかなかったんですけど、ちゃんとアスファルトの駐車場になって、トイレとかも整備されてて、展望台になってるのかな。ツーリング中立ち寄るスポットとしては景色もいいし、めっちゃいいなと思いましたね。今からちょっと裏道を通って与野根、与野根っていうのは、大阪の、北の方のライダーがねよく集まる典型的な人が集まるから集まる人が人を呼ぶスポットですね。じゃあね、表の道向こう側にもう1本通ってるんですけど、そっちはねやっぱり車が多くて混むんで1本裏の道を通ってます。やっぱビュエルはねこういう細かい道得意ですね。2班とかに比べるとやっぱちょっと重さはあるけど小回りはめちゃくちゃ効くんで、いいなーって思いますね。こういう道走るとね。この辺は本当に里山って感じでのどかでいいですね。のんびり走っていこうと思います。本当に気持ちよくススって曲がっていってくれる。いや、桜が綺麗です。ちなみに今回の動画、桜が綺麗ってフレーズを何回言うねんってくらい言います。本当に語彙力がなくて申し訳なすぎるところなんですけど、実際綺麗だったので何卒ご容赦いただければと思います。本当に素直なバイクですよ。何時だ今、2時か。微妙に腹減ったな。本当にバイク多いですね。気持ちいいですね。春だ。いやー爽やかだ。最高ですね。多分朝一出てる人はそろそろなんか帰ろうかなって人も出てくるぐらいの時間帯ですね。自分はちょうどみんなと多分逆行する感じになると思います。でも早めに宮山行かないと閉まっちゃうんだよな。ジェラート屋さんがあるんでジェラとかソフトクリームが食べたいんですけどね。とりあえず与野根に住みます。いや本当にバイク多いですからね、与野根。なんかみんな夜からとりあえず寄っとこう的な感じですよね。ファミリーマート豊野町与野店、通称与野根に到着しました。遠い。ご覧の通り休日ともなるとたくさんのバイクが集まってくるただのファミリーマートです。本当にバイクだらけですね。マジでもう100台ぐらいは見たような気がする。ここ車で不動4号線を通って妙見山のワインディングを抜けていきたいと思います。妙見山はねちょっと道が荒れてるんですけど、すごいヘアピンとかがねあって練習にはなると思います。でオートバイ寺ガーディアンベルもらえたりするんですけど、お金かかるんですけどね。お寺の中にカフェがあったりしてツーリングの目的地にされる方も多いですね。ここら辺に神社もあって一応パワースポット的な場所らしいですね。でトンネル越えて西側の下り、ここら辺はちょっと運転慣れてない人はゆっくりめに行った方がいいです。こんな感じで細かいヘアピンが続くので、木立の中なんで落ち葉も終わったり地面がこういう風に濡れてたりとかもするんでね、無理はしないようにした方がいいです。車はみ出てくる時もあるしね。おい、そっちはかわいいカラーのヘアピン。ヘアピンも途中でこうグレーチングがあったりするんで、横転の後は特に荒れてたりすることが多い峠なので十分に注意して走行してください。ここはね多分転倒も多い場所なんで、この左後ろが御嶽寺の入り口になります。本当にヘアピンがたくさんある峠なのでスピード出しすぎからのオーバーランに注意です。また対向車がオーバーランではみ出してくることも多々あるのでブラインドコーナーは特に気をつけてください。
慣れてしまえばとても楽しく走れる峠道なので、まずはゆっくり走ってみてください。気持ちいいですね。やっぱり笑顔で走れるぐらいのスピードがちょうどいいですね。野瀬ら辺はね、すごいいい道が多いですね。でも民家も多いんで、やっぱり注意しながら走らないと。そこにね、野間の大欅って言って、とても大きいね、欅の木があるんで、ちょっとだけ覗きに行きますか。野間の大欅は樹齢が1000年近いと言われている欅の大木です。樹高が約30メートルもあり、幹の周長は14メートルほどになるそうです。到着。おー、でかい。また今度ちゃんと葉がついた頃に見に来ようと思います。まだ若葉が出たくらいで少し寂しい姿ですが、幹と枝だけでもかなりの大きさですよね。野間の大欅を後にして再び美山方面に向かって北上します。里山の桜がめちゃくちゃ綺麗ですね。この辺はちょっと空がね開けてて爽やかでいいですね。学校かな、桜がいっぱいの学校がありますね。いや、いいな。日本人ってね、やっぱ四季を大事にする文化があるんでね、春夏秋冬の四季を感じれるのはいいですよね。いやー、今日はツーリング日和ですね、本当に。いやー、爽やかだ。動画を撮っていると揶揄されず、止めたら揶揄されるなぜいや、もう本当にライダー増えましたよね。なんか最近スレッズ、インスタに付属してる SNS みたいなあれをやってるんですけど、スレッズってなんかカテゴリー分けされて、そこにカテゴライズされた人たちのスレッドか、ポストじゃないんですね、スレッドが流れてくるという感じなんですよ。だから自分だったらバイクのことを、ポストしてるんで、バイクの関係のことがよく流れてくるんですけど、なんか免許取りに行こうかなとか、取りましたとか、通ってますみたいな、教習所にね通ってますみたいな、そういうポストをしている人がめちゃくちゃ多くて、もうどんどん増えてるんだなって感じ。いや、でも実際体感としてバイクめっちゃ増えてますよね。あー、綺麗なしだれ桜、神社の桜ですね。もうちょっと進むとね、そうあるよ77っていう、レンタルガレージ、あと SR のショールームみたいなここなんですけど、カスタムハウススティンキーさんのめちゃくちゃフルカスタムされたバイクが飾られていると。で、あとなんか時間貸しでレンタルでピットも借りれるらしくて、あー、綺麗だね。まあでもなんか何も用事なくても来ていいっていう風にスタッフさんは言ってたけど、予約はしないといけないみたいですね。予約はしてください。結構車もね、変わった車走ってますね。初代スイフトレアだ。ここら辺ね、流す感じで走っててもすごい楽しいんでいいっすよね。で、まあ今日の夜ね、スタッフのミーティングがある SR フェスなんですけど、5月の30日月末の方にやるんですけどね、まあ、どういったイベントかっていうと、まあそのままなんですけど、 SR400、SR500、SR シリーズのミーティングになります。去年と同じであれば結構ボリュームのあるイベントになってます。今年は1日だけちょっとね、主催のアームさんがかなり忙しいみたいで、もう全国飛び回ってるんでね、1日だけになります。本当にSR だらけになるんで、昨年はちょっとあいにく、動画ちょっと前に出しましたけど、あいにく天気が悪くてね、あんまり集まってもらえなかったんで、それでも結構な台数来てくれたんですけど、今年はね、晴れてほしいですね。晴れたら本当に会場を埋め尽くすぐらいの SR が来てくれるんで楽しみですね。いろんな SR 見れるんで、今ね、2000回転5速巡航、5速2000回転で60キロ、これぐらいだとなんか本当にスポーツスターで流してるぐらいの感じにします。空が広い。絵になるんですね。桜の木をバックにこっちに走ってくるバイクが2台います。
桜並木綺麗ですね。みんな多分バイカーが写真撮りに行ってんだ。でもあちこちにね、立派な桜がありますね。あそこもとても綺麗です。公園の桜かな。いやー、いいね。のどかでいいっすね。元コンポや。ちっちゃいのも可愛いっすよね。自分はもう勝敗器量からでかいのまで。今の見たことあるけど、何の車だろう。いや、かっこよかったですね。勝敗器量からでかいのまでね、それぞれやっぱ良さがあるんでね。いやー、今日は本当にツーリング日和ですね。国道477号線から同じく372号線に入ります。この道も空が広くて田園風景の緑とのコントラストがとても爽やかでいいですよね。いやー、桜めっちゃ綺麗ですね。家に桜があるとか夢があるな。めちゃくちゃいいっすよね。ほんと新旧問わずいろんな年代のバイクが、旅バイクって感じ。のどかだ。本当にバイク多いな。深山、でもみんな帰ってるからちょうど空いてるかな。楽しそうですね。今日ちょっとミーティングあるんでね、誰も誘わなかったですけど、まっすぐで来るとね、やっぱこういうとこは楽しいですよね、バイク多いと。雲が出てきて少し陰ってしまいましたね。まっすぐちょっと羨ましくなるな。楽しそう。日差してくれんかな。めっちゃ綺麗。太陽出てくれんかな。ちょっとね、今日出るか迷ったんですよね。ギリまで仕事してもうそのまま京都、ミーティングが京都なんで直行しようかなって思ったんですけど、いや来てよかった。これはコンディション的には最高ですね。天気がいいのもそうですが、この日は本当に気温がツーリングするのにちょうど良かったです。暑くもなく寒くもないといった感じでした。そう、さっき言ったスレズでね、最近なんか、頑張って免許取りに行ってる、年下の子がいて、ちょっと苦労してるみたいでね、大変そうだなと思いつつ、ちょっと見守ってるんですけど、どこポジションなんだろうって思いながら見守ってるんですけどね。バイクはやっぱ楽しいですからね。自分はバイクがない生活なんて考えれないんで、取った方がいいかって聞かれたら絶対取った方がいいって言うんですけど、やっぱ頑張ってほしいなと思うんですね。いやここら辺の桜並木もめっちゃ綺麗ですね。なんだろうな、このすごいのどかな田舎ってなんか言いようによってはネガティブに聞こえるけど、自分にとってはすげえポジティブというか、田舎住みてーってなるぐらいなんですけどね。まあ不便かもしんないけどね、得るものもかなり大きいと思うんで、いつか古民家買って、まあどっちかというと京都よりは奈良とかそっちの方に住みたいんですけどね。いやー頑張ってお金貯めんとな。ここもすごい綺麗ですね。公園かな。おう、さすがにちょっとお腹が空いてきましたね。朝からなんか食ったっけ。いや、何も食ってないわ。朝水飲んだだけなんで。深山でなんか食べたいな。道の駅日吉があって、そこにダムカレーとかもあるんでね。まあでもダムカレー食ってるとジェラート食えなくなるんだよな、多分な。ってなるとやっぱ深山行っちゃった方がいいか。ゼロベース行くかですね。もうちょっと行くと、京都新光悦村っていう道の駅があるんですけど、SR フェスの当日、例年通りであれば京都新光悦村からツーリングをするんですね。現地までのラン企画があるんで、インスタで活動されてる新六さんっていう方が先導で、撮影しながらね、動画素材も撮影しつつゼロベース深山まで向かうっていう風になってます。一人で参加するのはちょっと心細いなって人も、ツーリングで一緒に参加してもらえればね、多分参加しやすくなると思うんで、もしよかったらご検討ください。多分今年もてか毎年やってるんでね、今年もここもバイクいっぱいだ。すごいね。そう、今年もやると思うんでね、ぜひぜひ。
参加してください。で一応 SR 以外も参加はできるので、 SR 以外で参加される方はゼロベースの芝生になっているところと駐車場に関しては SR だけ貸し切りになっちゃうんで、第2駐車場、もう少しゼロベースから深山の道の駅にちょっと下った、反対車線側に臨時駐車場があるんで、 SR 以外の方はそちらに止めていただく感じになると思います。多分ね、もろもろ今日の夜決まるんで、確定したら字幕などでお知らせすると思います。一人で参加するのはちょっと心細いなって人はツーリング企画にいてもらえたら、新六さんめちゃくちゃ人当たり良くてナビゲートというかサポートしてくれるんでね、ぜひぜひ参加してみてください。もうちょっとで日吉の道の駅っていうところですね。と至る所に桜があって春だなってなりますね。前向いたまま手を挙げてたねいやほんといい道が多いですね。あとほんとファンよく回るなマジであれを今流してるだけだよ開けてないよ、ね、ここを右に行くと深山かやぶきの里とスプリングス日吉道の駅に行きます。でソロだとね、このまままっすぐ行ったらこの橋渡ったらね、道の駅の前のこの道路迂回できるんで、別に日吉に用事ないよっていう時は自分はまっすぐ行くんですけど、今日はちょっと道の駅のところをね通ろうと思います。反対も桜めっちゃ綺麗ですね。綺麗に咲いてる。のどかだわ。何回言うねんって感じだけど、ほんとバイク多いな。前の仕事の時はね、もっぱら土日祝しか休みなかったんで、土日祝にツーリング行ってたんですけど、ここまで多くなかったっすよ、マジで。めっちゃ増えたな。日本は世界的な4大バイクメーカーがある国ですし、これが本来の姿なのかもしれませんね。いろんな人が乗ってますね。若い人から年配の人から。バイクが普及する土壌は十分にあったはずなので、こうなるのは必然だったのかもしれません。 U ターン、I ターン、何ターンって書いてあるいやー、この辺も桜綺麗ですね。いやー、いい道だ。個人的には80年代のようにバイクブームからモータースポーツがもっと一般的になってほしいなと思っています。お腹すいた。おやき売ってるんですよね。あー、いいね、綺麗な桜。いや本当にいい桜が多いですね。バイクで行ってるんだ。何神社だろう。今日はね何も調べてきてないんで、ていうかもう深山ね数えきれんぐらい来てるんで、本当に月2ぐらいで来てた頃もあるし、なんかもうとりあえずかやぶきの里まで走りたいっていうだけで今日は来たんで、でもこれ見てもらってたら多分走りに来たくなるのは分かると思います。すごい快適というか爽やかというか気持ちよく走れる道なんでね。この桜も綺麗だな。2時とかに登り始めてるんで、やっぱりみんな帰る時間なんですよね。ちょうどこっち向きが空いてるんで、自分はだいたいもう早朝から登るか、もうずらして昼過ぎから登るか、高野山とか登るときもそうなんですけど、なんか一番ピークの時間に同じ方向走っちゃうともうストレスしかないんで気持ちよく走りたいんでね、絶対時間ずらす感じで走ってます。多分今日も下りはね暗くなってから、もう夕暮れ時でみんな下ってから帰る感じにすると思います。綺麗ですね、桜が。いやー、いいわ。あここも桜が見えますね。ほんとね、桜短いからね。いや今日来てよかったっす、本当に。もう明日午前晴れで、その後、地元の天気だとねもう雨で崩れちゃうんで、次の雨耐えてくれるかな、散り始めるかなぐらいですね。でここを左に曲がります。青看板でね基本的に深山って書いてくれてるんで、すごい勢いでいったね、珍しい。うわー、22度、マジ。いや確かにトンネル出たらすげえ生ぬるい感じはしたけど、今日は昨日に比べると本当に暖かくて、うららかな春の訪れを感じました。
マスも楽しそう。マスも楽しそうですよね。綺麗綺麗。元気だな。のんびり走りたかったので、今日は野営はもらったら返す感じで走っています。バス通の人たちを見てると、久しぶりにみんなで野営しながら走りたいなと思いました。いやー、立派な桜。だいぶ大きいですね。人の家の裏庭だわ、あれは。ちょっと見に行けない。綺麗だ。いいね。深山の街中に到着しました。ここから道の駅までは民家が立ち並んでいるので、スピードは控えめで走ります。深山の道の駅もね、めちゃくちゃ人っていうかバイクが多いですよね。ここにやっぱり一旦止まるっていう人が多いです。まあでもね、あえて挨拶なんでね、挨拶は返したいっすよね。まあそれぞれのスタイルでいいと思うんですけど、自分は挨拶されたら返すのは当たり前で思ってるんで。道の駅深山ふれあい広場に到着しました。車も多いね。今日は車の方が多いな。一昔前は川つなぎを着たガチ勢だらけだったので、殺伐広場とか言われてましたね。懐かしいです。バイク駐車場がここの外周部分とトイレ横の奥のスペースに分割されたようです。バス通の時はトイレ横の方に入った方がいいかもしれないですね。着いて早々お腹が空いていたので、よもぎのおやきをいただきました。素朴な味で美味しかったです。そしてミルクソフトを乗せたジェラートカフェオレ味を食後にいただきました。濃厚なミルクの味がとても美味しかったです。結構ボリュームもあって大満足でした。道の駅を後にして深山かやぶきの里に向かいたいと思います。ひとまず道の駅のすぐ横にガソリンスタンドがあるので給油をしておこうと思います。ここのガソリンスタンドはいろいろとちょうどいい場所にあって本当に助かります。福井県や若狭に抜けるときもだいたい深山で給油していくことが多いですね。さて給油も済ませましたのでかやぶきの里に向かおうと思います。道の駅深山で、おやきとカフェオレとあとジェラートとソフトクリームがダブルになっているやつをいただいてきました。結構お腹膨れちゃったっすね。ちょっとどっかで晩ご飯食べようかなと思ってるけど、割とお腹がいっぱいになっちゃった。ちょっとゼロベース寄ろうかなと思ったんですけどね、若干悩むぐらいのお腹の具合ですね。ちょっとね、腹ごなしじゃないけど、すぐ北に深山のかやぶきの里があるんで、かやぶき屋根のね、村の集落があるんで、そこにちょっと今向かってます。今日はさすがにね、深山まで来ても寒くないですね。ちょっと日が暮れたら寒いかもなぐらいの、今ちょっと涼しいなってぐらいの気温です。多分日が沈んだらちょっと寒いな、肌寒いぐらいになると思います。でもね、自分のバイク基本的にグリップヒーターが絶対ついてるんで、グリップヒーターがあるとね、多少着ているものがミスマッチでも手から体温上げてくれるんで、体温調節がね幅ができるんでいいっすよ。割とおすすめしてます。でただね、グリップヒーター本格的な寒さ対策としてはちょっと弱いんですよね。どうしても手のひらしか温まらないんで、手の甲側は寒いし、冬になるとみんな厚手のグローブ使うじゃないですか。じゃないと指先寒いんで、ってなると今度はグリップヒーター熱が伝わりにくいっていう風になっちゃうんで、グリップヒーターを最大限に活用しようと思ったら、一番いいのはすごいダサいけどハンドルカバーをつけるで、かつ薄手のグローブをつけるっていうのが一番あったかいですね。ハンドルカバーをグリップヒーターの上からつけると、手のところだけこたつ状態になるんで、熱も逃げないし、風も防いでくれるし、めっちゃくちゃあったかいです。手のひらからね、体温が上がっていくんで、寒さもだいぶマシになりますね。ハンドルカバーつけると。もう欠点といえばもう致命的にダサいっていうだけなんですけど。綺麗ですね。そろそろ夕焼けが色づいてくる感じですね。かやぶきの里がね、確か山の影になっちゃうんですよね、夕焼けになると。見る価値はあると思うんで。
久しぶりに行こうと思います。いやー、このいいっすよね、山に囲まれたこの感じ、語彙力。かやぶきの里に到着しました。ここもね、すごい駐車場綺麗になって、まあ綺麗になったのだいぶ前なんですけどね、こんな綺麗じゃなかったんですよ。今日はね、ちょろっと見るだけです。駐車場がありますね。で、かやぶきの里、中を歩くのはちょっと今日はしないですけど、ここに駐輪場がありますね。いやー、雰囲気があってよろしいですね。写真だけちゃちゃっと撮っていこうと思います。西日に照らされた桜の淡いピンク色が本当に綺麗ですよね。今年は花見ツーリングは行く暇がないかなと思っていたので嬉しい誤算でした。いやー、綺麗だわ。やっぱり桜は光にね、太陽に照らされたらめちゃくちゃ綺麗ですね。いやー、綺麗綺麗。車が来ないかミラーでチラ見してるんですけど。かやぶきの里は本当に風情があっていい場所なので、ぜひ訪れてみてください。さて、そろそろ戻る方向に走ろうと思います。スタッフミーティングが8時からなので、のんびり向かえばちょうど良さそうな感じです。もうあのまま沈んじゃう感じですね、太陽は多分。光さすかな。いやー、でも綺麗ですね。あー、さしてくれた。綺麗綺麗。いや、いい日だった今日は。グループツーリングの人たちに追いついたので、ゆっくり後に続きます。綺麗ですよね。いや、のどかだわ。やっぱりピークタイムからずらすと本当にストレスフリーで楽しく走って帰ることができますね。本当に走っていて爽快ないい道だと思います。走っているライダーが多いのも納得ですよね。この後は日吉ダムの外周路を上流方面に抜けて9号線から京都市内に入る予定です。あー、綺麗。拍子も結構いいっすね、咲いてて。日吉ダムですね。日吉ダムの中で、ね、博物館とかダムの構造を学べるようになってるんで、時間あるとき行ってみるといいかもしれないです。あ、水量もだいぶありますね。ここしばらくちょっと雨が続いたんで、水がなかったらね生活できないですから。ここら辺ね、林道も結構あるんですよね。この右の山を向こう側まで抜けてく林道とかねあるんですけど、それも機会あったらね動画できたらいいなと思ってます。本格的なオフ車がまた欲しいなと思ってるんですよね。欲しいものがいっぱい。だいぶ肌寒くなってきましたね。日が傾いて、いやー、いい景色。今履いてるタイヤね、縦溝がないので今みたいなグルービングでもねハンドル取られないですね。やっぱ縦溝が入ってるタイヤだとね、このグルービングめちゃくちゃ気持ち悪いんですけど、縦溝とねこの地面の溝が噛み合っちゃってねハンドル取られるんで、このタイヤはもう横パターンしかないんで全くもってそういうことはないですね。いやー、いいね。
こう夕日の中走ってると終わりだなみたいな感じになりますよね。で多分9号線に出てしばらく南下する感じですね。ここも並木がある木で、ここも綺麗ですね。さて、このツーリングもそろそろおしまいになります。この後は SR フェスの内容について改めてご紹介させていただこうと思います。ご興味のある方はぜひご覧ください。イベント名は関西 SR ミーティング 2026SR フェスになります。日程は2026年5月30日土曜日になります。時間は午前10時から15時まで、参加費は無料になってます。道の駅新光悦村から何企画もあって9時集合、9時半出発になっています。ぜひスケジュールに入れておいてください。来場していただいたら、まず受付に行ってください。記名をしていただくんですが、ニックネームでも大丈夫です。枚数限定になりますが、記念ステッカーを配布しています。同じく記念 T シャツも販売させていただく予定になってます。協賛品のじゃんけん大会もあります。同じくただいま協賛も募集してますので、よろしくお願いします。お食事はぜひゼロベースでお願いします。とりあえず今お伝えできることは以上になります。この動画は以上となります。ご視聴いただいてありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録、またコメント等もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn the